遅いわよ、二人とも。私たちも9秒前に到着したばかりですが。余計なことは言わなくていいの。クールダラス副司令、状況をお願いしますわ。エオニア軍の予想進路が分かった。どうやらこの中域に網を絞ってきてるらしい。多分まだだろう。こっちも今しがた無人哨戒機の情報で分かったくらいだしな。はい、エオニア軍の進行速度から言って発見されるかどうかギリギリだと思います。このままじゃ見つかるのも時間の問題だね。先手を打って紋章機で迎撃した方がいいんじゃないかい？でもじっとしていればやり過ごせるかも。それはそれで気がついた時には包囲完成という可能性もありますわ。どうするタクト？いや、方策はもう一つあるぞ。エルシオール以外の艦隊はすぐにでも動ける。それを利用して敵の目をくらますのじゃ。察しがいいの。わしが残存艦隊を率いておとりになろう。幸いこの距離なら艦影の判別はつくまい。敵もまさかエルシオールが単独で逃げるとは予想しておらんじゃろうしな。エルシオールが離脱するまでの時間を稼げれば十分じゃよ。最も重要なのは芝王子の安全じゃ。あの方は王国に残された最後の希望なのじゃからな。くどい！タクト、これはお前の元教官としての追加授業じゃ。心して聞け。指揮官たる者、常に任務の優先事項を認識し、そのために己に何ができるか、何ができないかを考えよ。戦っているのはお前一人ではない。周りの者たちを信頼し、その力を借りることもまた優秀な指揮官の資質と言えるのじゃろ。その上で決断すべき時には速やかに決断し、それに迷うてはならぬ。上に立つ者の迷いは部隊全体の迷いにつながるからな。分かったか？よし、では行くとするかの。ルフト准将には大変お世話になりました。ムーンエンジェル隊を代表してお礼を言わせていただきます。ご分。おいおい、まるで根性の別れみたいなこと言わんでくれ。わしはむざむざ命を捨てるつもりなどないぞ。大丈夫じゃよ。伊達に長いこと修羅場をくぐり抜けてはおらん。ああ、見ているがいい。はっ、失礼いたしました、准将。ではな、タクト、エスター、エンジェル隊の諸君、芝王子を頼むぞ。ルフト艦隊アステロイド隊を抜けました。エオニア軍の進路が変わった。うまく引っかかってくれたみたいだな。了解しました。どうぞ。大丈夫だよな、ルフト准将。機関室より報告。エンジンの修理完了したそうです。通常航行、クロノドライブともに支障なし。タクトさん、今のうちに急いで脱出しましょう。ルフト准将の行為を無駄にしないためにも。
発進。警戒を怠るなよ。了解しました。では失礼します。ルフト准将のおかげでしばらくは無事に行けるだろう。しかしこっちもこの先が大変だな。護衛艦隊がいなくなりエルシオールは丸裸か。途中で何度か補給も必要になるだろうし、そこを敵に狙われたら。見つかったら紋章機で叩いて逃げて、またクロノドライブか。危なっかしい道行きだな。全ては司令官のお前にかかってるんだ。期待してるぞ。お前のそんなお気楽なところが心配でもあり頼もしくもありだよ。目標ポイントに到着しました。航路クリア、重力障害ありません。よし、構成艦後方に移る。クロノドライブ開始。クロノドライブを行っている間は通常空間から干渉を受ける心配はないからな。逆もまたしかりだが。タクト、お前は綺麗な女の子たちとやらの様子を見てこいよ。ブリッジはああ、紋章機の性能はエンジェル体の精神状態に左右されるんだってな。つまりエンジェル体と信頼関係を築いて士気を高めておくのも司令官であるお前の重要な仕事というわけだ。ああ、ちょっと待て。言うまでもないこととは思うが、上官として公私の区別はわきまえろよ。だけど、この先本当に大丈夫かしら。あんな奴が司令官じゃたまんないわ。ねえ、フォルテさんもそう思いません？そうだね。紋章機の確認に来るのは早かったから、やるべきことは一応分かってるみたいだけど、ただ、まだまだ未熟だね。そうですよね。なんかボケーっとしてて優柔不断な感じですよね。やる気はあるようだけど行動の方が伴うかどうか。大丈夫よ。タクトさんはこの前の戦いでもきちんと指揮してたじゃない。あれだけじゃまだなんともね。ミント、あんたの見立てはどうなのさ。型通りの人物ではないと言いますわね。私の能力にあんな反応をなさった方は初めてですわ。何があったか知らないけど、あんたにしては随分買ってるみたいじゃないか。そうは言っておりません。興味を持てる対象ではありますが、司令官として有能かどうかはまだ未知数ですわね。あんたはどうなのよ、バニラ。私は命令に従うだけです。あ、そう。ともかく、あの司令官殿を支えてやらないことにゃ、勝てるもんも勝てなくなる。あたしらがしっかりフォローしないとね。そうですね。頑張りましょう。はあ、しょうがないわね。では、私は用事がありますので、これで。ああ、それじゃああたしらも出ようか。
あれ？タクトさん？はい、忘れ物を取りに。タクトさんこそここで何を？それじゃあ。はい、信じます。タクトさんは嘘をつくような人じゃないって。いいえ、私たちこそタクトさんにひどいこと言ってごめんなさい。あまり気にしないでくださいね。女の子同士の噂話って時々遠慮がなくなっちゃうんですよね。そんなことないと思います。みんなはまだタクトさんのことをよく知らないから戸惑っているだけですよ。あ、そうだ！ピクニックに行きましょう。ピクニックですよ、ピクニック。私たちとタクトさんとの親睦を深めるんです。展望公園でお弁当を食べてのんびりして。今日これから行きましょう。今はクロノドライブに入ってるから敵と戦う心配はないでしょ。ちょうどいいじゃないですか。あ、タクトさん、ランパたちにもこのことを教えてきてもらえませんか？私は今からお弁当を用意しないといけないですから、もう超速攻で30分くらいで作っちゃいますね。それじゃあタクトさん、お願いします。タクトさんですか？ちょっと待っててください。そうですか？照れちゃいます。はい、今作っているところなんです。あ、そうだ。よかったら少し手伝ってもらえませんか？手が足りなくて困ってたんです。簡単なところだけでいいですからね、お願いします。そんな遠慮しないでくださいよ。タクトさんなら大歓迎です。ありがとうございます、タクトさん。さあさあ、こっちです。早く作らないと間に合わなくなっちゃいますよ。どうぞお入りください。散らかってて恥ずかしいですけど。でもさっきくじ引きでもらったバスケットが早速役立ちますよ。それにまだあるんですよ。デザートには特製デラックスケーキです。食堂のキッチンに大きなオーブンがあるので、それを借りて焼くんです。そんなことないですよ。この栗の皮を剥いてもらえますか？急いで作っちゃいましょうね。みんなでお弁当、楽しいピクニック。すみません、タクトさん。この卵焼き、味見をお願いしてもいいですか？どうです？お口に合いますか？本当ですか？褒められちゃった。嬉しいな。こうして誰かと一緒にお料理をするのってなんだか楽しいですよね。
いい天気といい空気とみんなの笑顔があるからですよ。はい、そしていい笑顔のためには美味しい料理が大事なんです。ありがとうございます。おかげで助かりました。ええ、おかげさまで。次は食堂でケーキを焼いてきます。それは完成するまで秘密です。なんたって特製ですから。楽しみに待っててくださいね。はい、できたらお呼びしますね。あら、タクトさん、お散歩ですの？ピクニックですか？それは素敵ですわね。では、私も参加させていただきますわ。でしたら、お茶はこちらで用意いたしましょう。ちょうどこのラウンジでは、お茶の葉の香りもしていますの。タクトさんはどのお茶がよろしいですか？選んでくださいまし。まあ、お目が高いですわね。この茶葉はサムロン成形名産の一品ですのよ。それを感じただけでも大したものですわ。では、これにいたしましょう。そうですわね。楽しみですわ。おや、司令官殿、どうしたんだい？趣味と実益を兼ねてってやつでね。お前さんこそ何もすることがないのかい？ピクニック？はは、ミルフィーだね。ミルフィーの考えそうなこった。まったく遊んでる場合でもないだろうに。一発の口聞くじゃないか。けどそんなこと言って本音は自分が遊びたいだけなんじゃないのかい？わかるさ。だって私もそうだからね。いいよ、私も付き合うよ。せっかくの集まりだ。楽しくやろうじゃないか。そうだね。何も起きなければだからね。さーて、何が起こるやら。ま、いいけど。どうせ暇があっても、私の場合はここでぶっ放してるか、部屋で銃磨いてるかだし、少しは刺激もあった方がいいからね。拳銃からロケットランチャーまで一通りね。自分で言うのもなんだけど、そこらの武器屋よりは充実した品揃えだと思うよ。なんだい？おだてたって何も出ないよ。お前さんにはそういうのはないのかい？安上がりなこだわりだね。こちとら弾薬代もバカになんないってのに。もっともこの仕事してると任務の間はタダで撃ち放題なのがいいんだけどね。タクトさん、どうなさいましたか？
買い物に出ておられます。今は私が留守番を。了解しました。参加します。ケイラ先生や整備班のお手伝いをしています。主に読書でしょうか。いえ、医学書や過去の診療データなどの閲覧です。そうなのですか。確かに一理あります。ランファさんがそういった本をたくさん持っていらっしゃいますから、今度お借りしてみます。ところで、ピクニックはいつ始めるのですか？わかりました。まあね、暇してるのは嫌いだから。はあ？ピクニック？何それ、ミルフィーみたいなこと言って。なんだ、やっぱり。そうね、ミルフィーがそう言ってるんなら参加してあげるわ。でもちょっと待って、ミルフィーの発案なのよね。じゃあ早めにトレーニングを切り上げて体力を温存しておいた方がいいのかしら。疲れるだけで済めばまだいいんだけどね。笑い事じゃないのよ。どうせあんたもすぐに思い知るんだから。あの子が何かするとね、そんなバカなっていうことがしょっちゅうあるのよ。いい意味でも悪い意味でも。あんた気楽でいいわね。それもそうね。考えていても始まらないか。そうするわ。ミルフィーの料理も楽しみだし。